このチャンネルで昨年末から今年初めにかけて YMO の動画を作ったこともあって、個人的にテクノポップというものを聞き直していました。1970年代末から1980年代初頭、 YMO のようにシンセサイザーやシーケンサーを駆使した音楽をテクノポップと呼びましたが、これは和製英語のようなもので、海外ではシンセポップまたはエレクトロポップと呼ばれ、また単にテクノというとアメリカ・デトロイトが発祥のクラブミュージックを指すことになります。しかしテクノの影響元としてそれらの音楽があるので無関係ではなくややこしいところではありますが、今回は YMO が結成し参加した1978年から83年のシンセポップまたはエレクトロポップ、日本でいうところのテクノポップのアルバムを紹介します。まず最初の1枚はクラフトワークザ・マン・マシーン、邦題は人間解体、1978年の作品です。クラフトワークは1970年にドイツで結成されたバンドで、このジャンルの始祖、最も影響力の強いアーティストと言っていいでしょう。初期はドイツのプログレ、いわゆるクラウトロックのグループとして登場してきました。彼らが有名になったのは1974年のアウトバーンというアルバムからで、これは電子楽器により高速道路を走行する様を表現した内容になっていて、画期的かつポップさのあるものでした。1975年のレディオアクティビティ、1977年のトランスヨーロッパエクスプレスときて、1978年にリリースされたのがこのザ・マン・マシーンで、ザ・ロボッツやメトロポリスといった曲のタイトルからも分かるように SF 的イメージがより強くなっていますね。アウトバーンの頃にはまだ一部でフルートなどの生楽器も使用されていましたが、このアルバムでは完全にエレクトロで高質で機械的な面が強調されています。1978年、日本の大阪で発行されていた音楽雑誌ロックマガジンで編集長の阿木譲氏がこのザ・マン・マシーンを表してテクノポップといったことがこのジャンル名の初出とされています。ちなみにこのライナーノーツ、78年のリリース時に書かれたものですが、意外にもメタルゴッドとも言われている伊藤清則さんが書いています。伊藤清則さんはプログレも専門分野だったそうで、この頃までクラフトワークがプログレとして捉えられていたことが伺えます。2枚目はスパークスナンバーワンインヘブン、1979年の作品です。テクノポップの成立に大きな影響を与えた人としてプロデューサージョルジオ・モロダーの名前が挙げられます。特に有名なのはドナ・サマーの I Feel Love でしょう。シンセサイザーをメインで作られたディスコミュージックで大ヒットしました。一方スパークスはもともとアメリカ・ロサンゼルス出身のロックバンドでしたが、アメリカでは受けず、1973年イギリスに渡りグラムロックのバンドとして人気を得ました。その後紆余曲折あり、1979年にジョルジオ・モロダーをプロデューサーに迎え制作されたのがこのナンバーワンインヘブンです。ビコビコのシーケンスが特徴的なジョルジオ・モロダーのエレクトロディスコとファルセットを多用するラッセル・メイルの特徴的なボーカルが化学反応を起こし、高揚感のある気持ちいいサウンドになっています。前編生ドラムが使われているのもこのアルバムをハイテンションなものにしている要因でしょうね。3枚目はテレックス Looking for San Tropez、邦題はテクノ革命、1979年の作品です。テレックスはベルギー出身のグループで、これがファーストアルバムになります。ベルギーのクラフトワークと呼ばれたりもしたそうで、生楽器を使わない純粋なテクノポップといった印象が強いですね。代表曲でヒットしたモスコウディスコはクラフトワークのトランスヨーロッパエクスプレスをキャッチーなディスコ仕様に翻訳したような曲と言われています。またロックンロールの最初のヒット曲と言われるロックアラウンドザクロックのカバーをしたりして、かっちりとしたコンセプトのあるクラフトワークよりもかなりキャッチー、可愛らしく親しみやすい感じがします。それぞれキャリアを持った3人で結成されたこと、登場してきた時期や使用している機材など、妙に YMO とシンクロする部分が多いのも面白いところですね。4枚目、ゲイリー・ニューマン
ザ・プレジャー・プリンシプル、1979年の作品です。ゲイリー・ニューマンはもともと1977年、イギリスでのパンクムーブメントの最中、バンドを結成し、チューブウェイ・アーミーとして1978年にデビューします。もともとはギターリフの目立つロックバンドのスタイルでしたが、セカンドアルバムの時点でゲイリー・ニューマンのソロプロジェクトのようになり、シンセの使用頻度も上がっていきます。で、このアルバムからはソロ名義のゲイリー・ニューマンとして活動していきます。基本的にはチューブウェイ・アーミーのセカンドアルバムの延長線上のサウンドですが、より SF 的でメカニカルなコンセプトが完成されたように思います。しかしこのアルバムでのサウンドはクラフトワークなどとは違い、シンセサイザーを中心にしながらもベース、ドラムを含むバンドでの生演奏で、それはジョン・フォックス時代のウルトラボックスからの影響が強いそうです。1979年時点でウルトラボックスは全然売れてなかったんですが、ゲイリー・ニューマンはこのアルバムからのシングルカーズが大ヒットして、自らをアンドロイドという設定で演出し、時代の寵児となります。5枚目はディーボ、フリーダム・オブ・チョイス、1980年のサードアルバムになります。ディーボはアメリカ・オハイオ州アクロンというところで結成されたバンドです。バンド名は The Evolution の略で、人類の進化は止まり退化していくというコンセプトを持っています。ディーボというバンドはもともとギターサウンドが中心でパンクロック的な側面が強かったのですが、そのコンセプトや揃いの衣装、ロボットのような動きのパフォーマンス、機械的でギクシャクしたようなリズムなどから日本ではテクノポップの一種と捉えられました。このサードアルバムではシンセサイザーの使用率が上がってよりテクノポップ的になってはいますが、今回紹介する中では最もパンクロック寄りのサウンドです。なので今回のテクノポップに入れるかどうかちょっと迷ったのですが、影響の大きさという意味では外せないバンドなので紹介することにしました。6枚目はビサージのファーストアルバム、1980年の作品になります。ビサージはスティーブ・ストレンジを中心にイギリスで結成されたバンドです。スティーブ・ストレンジは1970年代末からデビッド・ボーイ・ナイトというクラブイベントを主催し、そこから生まれたのがニューロマンティックというジャンルだと言われています。中世ヨーロッパ的な衣装や奇抜なメイク、そして音楽面ではシンセサイザーなどを多用したエレクトロポップが初期ニューロマンティックの特徴でした。そうしたシーンの中心人物であったスティーブ・ストレンジ自らのバンドがビサージです。結成時のメンバーはスティーブ・ストレンジのほか、当時リッチキッズのメンバーだったラスティ・イーガンとミッチ・ユーロ、後にウルトラボックスのビリー・カーリー、マガジンのジョン・マギオーク、デイブ・フォーミュラー、バリー・アダムソンが加わります。このアルバムはウルトラボックスなどに通じるヨーロッパ的エレクトロポップ、マガジン的な影のあるポストパンク的要素とスティーブ・ストレンジの美意識を感じさせる短美的でダンサブルな要素が融合され、それがニューロマンティックのひな形になったということが感じられる作品になっています。次は7枚目、ウルトラボックスビエナー、1980年の作品です。ウルトラボックスは1975年にイギリスでジョン・フォックスを中心に結成。1977年のデビューアルバムはパンク的な勢いの中、グラムロックやクラウドロックの影響を感じさせるものでした。1978年のサードアルバムではシーケンサーやシンセサイザーを大幅に取り入れ、独自のエレクトロポップを完成させましたが、セールス面では苦戦し、リーダーのジョン・フォックスは脱退してしまいます。その後、リッチキッズやビサージのメンバーだったミッチ・ユーロが加入し、ボーカルやソングライティングを担当していきます。そして1980年にリリースしたこのビエナーは大ヒットし、人気バンドになっていきます。このアルバムは基本的にジョン・フォックス時代の延長線上にあるサウンドですが、ミッチ・ユーロのボーカルは比較的エモーショナルで、メロディーなどもより親しみやすくロマンチシズムを感じさせるものになっています。ちなみにこの CD は1981年のアルバムエデンの嵐とセットになった2枚組のものです。続いて8枚目、ジョン・フォックスメタマティック、1980年リリース。
ウルトラボックスを脱退したジョン・フォックスのファーストソロアルバムで、ほとんどがシンセサイザーとリズムマシーン、そしてジョン・フォックスの感情を殺したかのようなボーカルで構成されていて、非常にメカニカルで高質で冷たい印象のサウンドになっています。これは脱退したウルトラボックスが情緒的な部分を出していったのと対照的に感じますね。今となってはチープにも感じてしまうエレクトロなサウンドですが、レトロフューチャーなイメージもあり、逆に時代を超えた普遍的な魅力があるように自分は感じています。いかにもなテクノポップが聴きたいとなると、クラフトワークの諸作品と並んでこのアルバムを自分は挙げると思います。ちなみにジョン・フォックスのアルバムで最も売れたのがこのアルバムだそうです。決してポップな内容ではないのですが、こういった作品が受けるというのも80年代初頭のニューウェーブの時代だからこそといった感じがしますね。続いて9枚目、オーケストラル・マヌーバーズ・イン・ザ・ダークのファーストアルバム。邦題はエレクトロニック・ファンタジー、1980年の作品です。オーケストラル・マヌーバーズ・イン・ザ・ダーク、略して OMD はイギリス・リバプールで結成された2人組で、エノラ・ゲイの悲劇っていう曲なんかは有名で聞いたことがある人は多いと思います。1980年代中頃にはアメリカでもヒットを出し、世界的な人気を得ますが、これはそれより全然前のファーストアルバム。若干チープ感のあるシンセサイザーとリズムマシン、ベースはエレキベースを弾いているのが特徴的ですね。サウンドは荒削りさを感じさせつつ、実験的な面もあり面白いと思います。正直言って出来としてはセカンドアルバム、サードアルバムの方が全然いいんですが、今回あえてファーストアルバムを紹介しているのはこのジャケットですね。ギミックジャケットと言っていいんでしょうかね。ミニマルでいてポップなアイデアがとてもクールに感じ、これぞニューウェーブ、テクノポップって思っちゃうんですよね。ちなみにこのジャケットデザインはファクトリーレコードのデザインで知られるピーター・サビルによるものです。個人的には OMD は最近聞き直していて、今更ながらちょっとハマっています。特にサードとか4枚目とか今聞いてもすごく斬新な感じがしますね。はい、本当は一気に83年まで作品を紹介したかったんですけど、結構長くなったんで前後編に分けます。なので今回は1978年から1980年のテクノポップ9枚のアルバムを紹介しました。最初にも言った通り、テクノポップというのは和製英語で、海外では単にニューウェーブと言ったり、後にエレクトロポップとかシンセポップというカテゴリーができるのですが、今回はあえて1980年代当時の日本でテクノポップと言われていたのはこの辺だよねという作品を集めてみましたが、いかがだったでしょうか。次回でこの続き、1981年から83年くらいまでの作品を紹介するので、ぜひそちらも見てください。ご視聴ありがとうございました。